99% の日本人が知らない新天加圧の後編です。前編では屈曲加圧から滑りの特徴を新天加圧のものに修正するための基本練習を4つ紹介しました。後編ではあと3つご紹介します。前編以上に目から鱗が落ちる発見が続出だと思うので楽しんでください。ただ前編の特に練習1などの基礎的な話を見ていないと内容についてこれないと思うので、まだの方は先に前編を見ることをお勧めします。それではどうぞ。次の練習はキックターン、裏キックターンです。目的は股関節を柔らかくし、外旋、内旋の動きがスムーズにできるようになるためです。まず普通のキックターンですが、谷足を持ち上げて反転させてから山足を揃えます。単にキックターンするだけでなく、しっかり外後傾を取った状態からキックターンし、着地した時にはまた外後傾が取れていることが大事です。グラグラすることなく正確にピタッとできること。ポイントとなるのは山足の腰を立ててアウト側に立っていること。腰が屈曲していたりインエッジに立って X 脚になっていてはうまくできません。屈曲です。オーバースタンスで X 脚になっています。そのため股関節を内側で押さえてしまっていて、股関節がきれいに回りません。どういうことか説明すると、かかとが股関節の真下にある正常な位置だと、大腿骨のボールが骨盤側のお椀の中できれいに内旋、外旋できます。しかしスタンスが広く X 脚、つまり股関節が外転していると、ボールとお椀がこのような状態になります。すると股関節の球面全体ではなく、内側で強く接していて、内旋、外旋がスムーズにできなくなります。だからかかとが股関節の真下にあることが非常に重要なのです。スタンスは狭いですが、やはり X 脚です。股関節が動いていません。腰が立っていないですね。ドローインして腰を立てればもっとスムーズにできます。細かいことを言うと、腰を落としてタイミングを取ってしまっています。わかりますか？ここです。腰を落としていますよね。軸足が微動だにしないようにしたいですね。実際の滑りでもそこがロスになります。ダイレクトに動ければ良いのに、一回腰を落とすのはロスです。ピタッと止まらずグラグラするのはポジションが悪く、先ほどの説明のようにボールがお椀に正しく収まっていないからです。実はキックターンより裏キックターンの方がメインです。なぜなら裏キックターンはスキーのターンにそっくりなのです。谷足を外旋させて山足の後ろに回し反転、山足を揃えます。これも単に裏キックターンするのではなく、外後傾から外後傾を意識します。山足の腰を立ててアウト側に立っている状態で内足を引きながらスキーのトップを先落としし、外腰がすごく前に出ます。このようにスキーのターンそっくりなので、裏キックターンは実に良い練習になります。皆さん、やはり股関節が硬いですね。普段内旋、外旋の動きをやっていないから固まっているのです。股関節が硬くても正指導員、クラウンが取れるのは朗報です。でもこれができたらもっと上に行けるということです。インエッジに乗って、しかもベロに乗っているのでうまくいきません。
腰を立ててアウト側に乗らないと。着地した後も同じです。膝が入ってインエッジ。アウト側ですが、ベロに乗って真上に立っていません。これ内倒です。こっち側はインエッジで後傾だから進んでしまいます。アウト側に乗っていますが、腰が引けています。こっちも同じくアウト側に乗っていますが、腰が引けています。着地した後、外後傾ではなく上体が回りすぎています。滑りでもその傾向が出ると思います。アウト側で腰が割と立っているので、こっちは比較的うまく回せます。問題はこっちで膝が入って腰が引けてインエッジだから、こっちの回転はスムーズではありません。このように特に裏キックターンはスキーのターン操作にそっくりなのですが、皆さんなかなかうまくできません。このような股関節の使い方に慣れていなく、股関節が硬いのもありますが、腰を立てる、アウト側に立つも必須になります。なので裏キックターンはターンの質を向上させるのに本当に良い練習です。次の練習はキックターンの応用編です。180度反転ではなく135度斜め方向に着地して、そのままその方向に滑ります。最初は完全停止状態から始めます。着地時にしっかり外後傾が取れていることが大事です。できるようになったら、滑ってる状態からキックターンし、そのまま滑ります。スピードが出ている状態で行うのは危険なので、あくまでも低速でお願いします。どう危険かというと、両足が同時に接地するとまた先になります。なので回した足が着地する寸前に軸足を浮かせる必要があります。つまり両足が浮いてる瞬間が必要です。まさにスプリント系の操作です。ながら運動がダメで、スプリント系の運動を身につけるための練習になります。2人はベロに乗っているのでインエッジ屈曲です。体が回りすぎて着地時に外後傾ではない。なので着地後に修正しましたね。同じですね。体が回りすぎです。着地時の外後傾を意識しましょう。切り替えた足を置くのが遠すぎるから、頭が置いた足より内側、つまり内頭なので外後傾できない。外後傾するには頭は少なくとも外足の上にいないとできません。だから体を回してしまうのです。切り替え後の内膝、山足の膝が返っていません。滑りながらのキックターンでもやはり同じですね。内膝が返っていない。これを返せるようにこの練習をやると実際の滑りにも反映されると思います。やはり体が回りすぎて外後傾になっていない。滑りながらだと、ながら運動だとこうやって失敗します。おお、良くなりました。着地時に外後傾ができていると安定します。内膝も返っていますね。惜しいのは腰がまだ引っ込んでいることです。腰を立てて伸展加圧にしてほしい。
外後傾の意識はありますが、腰が引けちゃうのは内膝が返っていないからです。内膝がうまく返せないのはスタンスが広すぎるからです。その証拠に、切り返す前はスタンスが狭く、切り替え直後は広がっています。そして斜角行に入るときに狭めています。実際の滑りでもスタンスが広がるのが悪さの原因かもしれませんね。この練習でそれを改善するのが良いかもしれません。静止からは着地した後にしっかり腰を立てて、内足の膝を返して外後傾をとっています。では滑りながらはどうでしょうか。なんか2度飛びしていますが、スプリント系の意識は良いですね。着地した瞬間は体が回って腰が引けて、内膝は X 脚です。はい、着地時に内膝が返っていません。ここからすぐ直すのはさすがですが、着地した瞬間にできていないと実際の滑りでは通用しません。こういう普段はやらない低速練習でも癖、自分の素がすごく出るのです。ベロに乗って前に乗りすぎ、体が回りすぎ、内膝が返らない、スタンスが広がる、インエッジに乗りすぎ、普通に滑っていてはなかなか直せないどころか、自分で気づくこともできないので、この練習で悪い癖に気づいて改善してみてください。それからこの練習の醍醐味は、スプリント系のパンパンというリズム、ながら運動のダラーというリズムではなく、パンパンというリズムを身につけるのに最適です。リズムを変えられれば、普段の滑りが劇的に変わるでしょう。今回ご紹介する最後の練習はすり足です。内足、内腰が下がらずに外足、外腰を前に出す練習です。そうです。外足、外腰を前に出す際に内足、内腰が下がってしまう人が多いのです。くるくるの説明で内足を引く、内足を引くことで外足が前に出やすくなると言ったじゃないか。言っていることが違うと思うかもしれませんが、場面が違います。くるくるで内足を引くのはターン前半の話です。今回のすり足の内足が下がらずに外足、外腰を前に出すというのはターン後半の話です。ターン前半は内足を引かないとスムーズに回れません。ターン後半は内足を引いてしまうと回りすぎてしまうのです。コンパスは針がしっかり固定されているときれいに回ります。ですがスキーの場合はコンパスの針が地面に触れてるか触れてないかくらいの弱い状態、それを頑張って維持させながら回さないといけません。そのくらい内側は繊細なのです。またすり足で外足を前に出すときに外足の雪面に対する圧を一定に保たなければなりません。内足に乗った状態で外足を出すと外足の圧はどんどん減りますし、逆にベロ乗りで外足の圧が極端に増すのもよくありません。一定のウェイトを乗せながら外足を前に出す必要があります。そのためには母子球、インエッジに乗るのはダメで、かかとと小子球、つまりアウト側に乗らないといけません。背中が反ってもダメだし、猫背でもダメ、ドローインしないといけません。一定のウェイトをかけ続けるために、外足が前に出るときに上体もこのようについていきます。すり足の練習もまずは止まっている状態で行い、それができたら斜角行で滑っている中で行います。当然滑りながらの方が難易度は上がります。ぜひやってみてください。2本のラインをまっすぐキープするのがびっくりするくらい難しいのです。さまざまな要素が試される動きなので、自分のダメなところ、ごまかしているところ、甘いところが如実に現れて
非常にためになる練習です。それでは皆さんの様子を見てみましょう。3つの NG パターンがありました。パターン1、骨盤前傾。両方のインエッジに乗ってしまっています。腰が引けて背中が反ってベロ乗りです。滑りながらは外足を出すと内足が後ろに流れてしまっています。これも骨盤が前傾だからです。足が後ろに流れてしまうというのはこういうことです。足が後ろに流れるとまっすぐ進めなくなり回ってしまいます。左足を出すと右に曲がり、右足を出すと左に曲がってしまっていますよね。彼は国体に何度も出ている選手ですが同じです。骨盤が前に寝ているのが基準になってしまっていて、ベロ乗り、背中が反っています。腰が引けているからどうしても膝が中に入ってしまいます。骨盤が前に寝ているとうまく足を前に出せなく、やはり回ってしまいます。同じです。骨盤が前に寝ていて前傾しすぎ。横から見るとこんなに水平なのに異常に前のめりです。だから乗り込んだ滑りになります。頑張って膝をがにってアウト側に立っていますが、やはり骨盤が寝ているので安定感がありません。同じです。骨盤が前傾でベロ乗り。足が前に出づらく、出すと回ってしまいます。滑りながらだと動けなくなります。傍から見ると何もしてないように見えますが、よく見ると腰が少し揺れています。本人のインナーマッスルではすごく頑張っているのだと思いますが、全然動けていません。動いてないよ。動いてない。このように動いてないと言われて驚いています。骨盤が前に寝ていると足が前に出ないのです。パターン2、骨盤後傾。骨盤が後傾なので猫背になっています。ドローインして背筋を伸ばしてほしい。滑りながらは残している足が流れます。特に左足を前に出した時に右足がすごく流れています。内足が流れるとやはり回ってしまい、2本のラインをキープできていません。骨盤が後ろに寝ている中では足だけを前後に動かすのが難しく、骨盤全体を回しながら動かしています。寝ちゃってるから股関節がこういうふうにして動かないんですね。彼もどちらかというと骨盤が後傾です。猫背ですし、足を前に出す際に骨盤全体が動いています。全く同じですね。左足を前に出した時に右足がすごく流れています。やはり回ってしまいますね。あとオーバースタンスなので膝が内側に入ってしまいます。パターン3、骨盤の向きは正常だが股関節が浮いている。骨盤は立っていますが股関節が浮いていて圧力があまりかかっていません。このパターンのスキーヤーはとても多いのですが、股関節が浮いていると雪面に対し強い力をかけられません。
四股を踏んだ時のような圧が股関節に欲しいのです。股関節が浮いてるのではダメで、しっかり圧がかかった状態が欲しい。四股を踏むとしっかり圧がかかります。今はこんな感じの軽い状態なのです。要領的なものは正しいのですが、四股ができていないからやはり軽いのです。出した外足に圧がかけられていないので板が回ってしまいます。悪くないですね。一番良いかもしれません。骨盤は立っています。ただし踏む時とニュートラルのオンオフしかありません。実はその間のところがすごく大事なのです。こういうオンオフ、デジタルではなく、こういうもっとアナログ的な荷重が良いのです。アナログ的な荷重ってながら運動になるのでは？ながら運動はダメでスプリント系の運動に変えないといけなかったのでは？私もそう思ったのですが、先ほどのターン前半は内足を引く、ターン後半は内足が下がってはいけないのと似た感じで、ターン前半はスプリント系のデジタルな運動、ターン後半はながら運動的なアナログな荷重ということかと考えました。確認してみたところ、その通りだということでした。なかなか奥が深い。足を前に出すとき、上体がついていっていません。上体は起きたままで、だから軽い。手でやっている感じ、足腰でやっていません。肩甲骨でバランスをとっています。すり足についてまとめます。骨盤については長らくよくわからなかったのですが、今回の動画作成で少し分かった気がします。骨盤を立てろ、骨盤が寝ているとか言われても、その意味もいまいちわからないし、自分がどうなっているのかはもっとわからないといった感じの人、大勢いらっしゃるのではないでしょうか。こちら骨盤後傾、骨盤正常、骨盤浮いている、骨盤前傾です。骨盤が立っているというのは、この骨盤正常なのは分かりますが、骨盤後傾と骨盤前傾は正反対なのに、どちらも骨盤が寝ているということになるので、わけがわからないのです。すり足の練習はとてもヒントになりました。スキーの操作の中で足を多少前に出したり後ろに引いたりしますが、一定の圧をかけていることが大事になります。手のひらで傘をバランスするのに似ています。傘の手元が足、あるいはスキー板、手のひらが骨盤です。スキーが雪面で滑るので不安定でコントロールしづらい点が同じです。傘が動いても手のひらがついていけば倒れません。しかしある程度以上傾くと、つまり手のひらがついていけないと倒れます。スキーの場合も同様で、外足を前に出しても骨盤がついていけば圧をかけ続けられます。しかし骨盤がついていかないと圧をかけられなくなります。もう少し詳しく見ていきましょう。要は可動範囲の問題なのです。今回の鼻血ドバドバポイントです。カップが骨盤でストローが足です。ストローが底についたまま、つまり圧を一定程度かけながら傾けます。逆さまにした方が分かりやすいですかね。一定の範囲内ならこのように圧を保ちながら前後に動かすことができます。それ以上に動かそうとすると圧が抜けてしまいます。これが骨盤と足の関係です。ここから内足を残して外足を前に出します。骨盤がついていき少し前に出ます。骨盤が正常なら足はちょっと前にもちょっと後ろにも対応できるので OK なのです。骨盤が前傾だとどうなるでしょうか。骨盤が前傾の場合は足を前に出すのが難しく、逆に後ろは簡単に出ます。そのため外足を前に出そうとしてもあまり出ないし、骨盤ごと前に出るしかありません。ベロ乗りになります。
そして逆に後ろは行きやすく、残した内足はすごく流れたようになります。骨盤が後傾の場合はその逆です。前には足をとても出しやすいですが、後ろにはとても出にくいのです。そのため外足を前に出すのは良いのですが、外足の圧を保つため、そして残した内足が窮屈すぎるので骨盤ごと回転する動きになってしまうのです。ああ、なるほど。ヤンキーの歩き方と同じですね。骨盤ごと回ります。いかがでしたか？骨盤という分かりづらいテーマですが、あるべき状態やダメな状態の何がダメなのかがイメージできたのではないでしょうか。以上で伸展加圧を身につけるための練習方法7選の紹介を終わります。レースや技術戦で上に行くために中低速用の屈曲加圧だけではダメで、中高速用の伸展加圧は必須になります。コブも劇的に上手くなりますよ。これからもスキーの役立つ情報を配信していきますので、逃さないためにもチャンネル登録をお願いします。高評価も励みになりますので、よろしくお願いします。次回はアルペンの話をしたいと思います。現在のワールドカップに見られる3種類の滑り方およびライン取りを扱おうかなと思っています。終わり。